美味しいものがありゃどこまでも飯旅 Season 6今回の飯旅は北海道ベストグルメどう初級者編。今回の飯旅は新しくこのチャンネルをご覧になる方向けのコンテンツになっております。常連の方々にはまたそれって言われそうな内容ですが、あくまでも日本中を食べ歩いている私たちが個人的趣向により何度も足を運びたくなる大好きなお店のベスト10を紹介する内容になっておりますのご当地グルメ同王編。新ネタや定番のお店をご紹介する動画ではございませんのでご了承ください。それでは早速 Let's get it started. 1. Sapporo Beer Hokkaido Kojo。北海道来たらまずはこれっしょ。世界が認めた札幌ビール。そうです。横浜のハブで IPA 飲んでたら、なんで IPA 飲んでんだ、日本には札幌ビールがあるじゃないかと隣のイギリス野郎に言われちゃったからね。やっぱ札幌なんだ、世界的には。なのかな。北海道では札幌クラシックでしょうよね。やっぱ美味しいと思う。桜そしてここ北海道工場でしか製造されていない札幌クラシック。工場で飲むとやはり美味しいのかの検証にやってきました。はい。やっぱり泡がクリーミー。居酒屋で飲むのとは一線を画す美味しさでしたね。工場で飲むと本当に一段と美味しく感じるんだろうなとは予想していたもこれほどとはやはり格別ですな。JR 千歳線札幌ビール庭園駅から徒歩10分。予約は公式サイトで簡単にできちゃいます。ちなみに工場見学は1人1000円だけどビール2杯飲めっからね。夏には庭園でジンギスカンを食べられるらしいのでそれやりにまた来ましょう。エスコンも近いしだね。ちなみに札幌ビールの社員は必ずビールのおかんを2個ポッケに入れているんだぞ。なんで？このために。何それ、楽しい。 2. ガンネン。二条市場のすぐ裏手にあります。観光客から地元民まで大人気の朝食どころ元年さんです。札幌で美味しい魚となるとここでしょうかね。朝8時のオープンなんですが30分前に到着したにもかかわらずすでに10人ほどの待ち人がいらっしゃいました。確実に1巡目を狙うなら朝7時半を目指していくのがベスト。この日は7時50分頃に前倒しオープンしてくださいました。元年さんが順次席へと温かく案内してくれるという非常に好感触なお店。最近すごい行列になってるから観光客ホイホイ系になっちゃってんじゃないかなと心配だったんですけど全く心配ございませんでした。最高のネタに最高のお魚定食。周りの人たちが食べらっしゃるのを見ると鮭定食がすんげえ美味しそうだったね。ねえ、めちゃくちゃ肉厚でめちゃくちゃ美味しそうだった。ジェラシー半端なかったっすね。他にも美味しい海鮮系のお店はこちらで紹介しております。お魚食堂って動画でどうぞ。 3. コーヒーハウス。スープカレーのお店もものすごい数になりましたね。はい、札幌でスープカレーってのも経験しておきたいグルメの一つでしょうがこんなにスープカレー店がひしめいてるのは札幌だけでしょうからね。ちょっとありすぎ。スープカレー屋さんもラーメン屋さんも。はい、そう思います。もう最近はしょっぺーのが多くて目を白黒させてしまいますが確かに味覚の水準が変わってんのかな。かもね。昔こんなしょっぺーのなかったような気がするんだけどな。ねえ。スープカレーの原点に最も近いスープカレーがこちらでしょうか。発祥のお店アジャンタの薬膳カレーのレシピを引き継いでらっしゃるというスープカレーのレジェンド的なお店なのにとってもリーズナブル。あれも乗っけてこれも乗っけてどんどん高くなるお店が多い観光都市札幌にあってずっと淡々とできるだけ美味しくできるだけ安くをやってくださってる感が好きな感じの感じ。はい、そう思います。もちろん他にも美味しいお店いっぱいあるのでね。スープカレー特集でどうぞ。 4. ホッテイ。札幌ザンギの絶対王者中国料理ホテイさん。
最近お引越しなさって真新しいお店になったんだよね。はい。よくザンギと鶏唐揚げの明確な違いは何ぞやという議論になりますが、実は明確な定義の違いは特にございません。発祥の地である釧路ではウスターソースベースに秘伝のスパイスを加えたオリジナルのタレにつけて食す文化もございますが、現在タレ添えのお店はむしろ少数派。そのまんま食べてもしっかり味がついているのが主流です。そうね。ここ布袋さんの名物ザンギはそのまま食べても十分美味しいけど、特製のネギ甘酢タレにつけるとまた味変になっていいのよね。油淋鶏みたいな味のね、外はザクザク中はジューシー。そしてあんなに忙しいフル回転のお店なのに、夜遅めでもなぜか油の傷んだ匂いがしないのが不思議。確かに。もちろん他にも北海道には美味しいザンギがいっぱい。はい、こちらもご覧あれ。5. Kaiten Sushi Pasal. 北海道の回転寿司がやばかったって動画よく見かけるけど、そんなにやばくないと思うね。はい、日本は各地に美味しい回転寿司ありますよ。はい、日本各地の回転寿司美味しいとこと渡り合えるといえば何軒かありますが、頻繁に行きたいのはすすきのにあるこちら。できるだけ美味しく、できるだけ安くを感じさせてくれるお寿司屋さんね。はい、ネタの鮮度は抜群。デカネタ、デカ握りではなく、言うたらおかしいかもしれないけど、ちゃんとがひしひしと伝わってくるお店だね。ただだもんだからすごい行列なんです。山脈攻略法はこちらの動画でご覧あれ。 6. Today's katsu curry. Korenbo. やっぱり入れてきたカツカレー。義務です。まさに札幌のソウルカレーと呼ぶにふさわしいこちらのお店。こちらのカレーはサラッサラとしたシャバスッキリ系のルーが特徴なのですが、ラードで揚げたさっくりとんかつが加わることで、ラードのコクと旨味がルーにプラスされて完璧なバランスになるんです。そしてなんとルーおかわりかってのがすごいよね。そんなお店他にもあった。富良野に。はいはい、ゆいが独尊ね。そう、ルールル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 ルの日本中でカツカレー食べまくってますが、このサービスをやってるのは北海道のこの2軒しか存じ上げません。アディショナルカレーが別盛りであらかじめついてくるお店は何軒かありますけど、さらにアイスがついてくるってのも長年愛される理由ですね。7. Jingisukan Shirokuma. こちらもすすきのだね。ここでは非常に貴重な北海道産サフォーク種のジンギスカンのとびっきりのやつをいただけます。これは北海道育ちの私たちが子供の頃から慣れ親しんだジンギスカンとは全く違うもの。驚くほど柔らかく、特有の臭みは皆無。油の甘みが上品に広がりますんですよね。こんな上等なジンギスカンは昔はなかったですからね。ただお味と同様にお値段の方も圧倒的。高くてうまいは当たり前、安くて美味しいを探すが飯旅精神なのですが、お金に糸目をつけずに美味しいものをいただきたいって方はここ一択でしょうか。同じようにサフォークを提供するお店はたくさんありますが、なぜにこんなにも違うのかってくらい違うのが不思議すぎる。白熊さん。そうなんだよね。産地で食べてもここまでは美味しくないんだよね。貧乏飯旅ーズ向きではないのですが、どこが美味しいのと聞かれると迷わずこちらをおすすめしてます。っていうか私たち札幌でジンギスカンあんまり食べなくなっちゃったね。高くなっちゃったからね。経済的理由でね。安うまジンギスカンはこちらの動画でご覧あれ。飯旅ジンギスカンで検索。森田。よしゃか。 8. Isi Mame. そばイメージ薄い北海道ですが、いや私に言わせりゃ北海道のそばがやばかったですよ。なんて言ったって北海道はそばの生産量日本一のそば王国ですからねつって。そうよ。空気は美味しいし水もいいし、最高の環境が可能にする美味しいおそば。まっかり村は羊蹄山のふもとにある手打ちそば石豆さん。そば好きの私が国内最強、日本で一番好きなおそばがこちらです。
羊蹄山の豊かな湧き水と地元産の厳選されたそばをまめに石臼でひいてという志が込められた店名石豆さんのおそばは非常に繊細です。香り、喉越し、コシ、すべてにおいて完璧なおそば。これを食べるためだけにマッカリへばっかり行っちゃうの。他にももちろん北海道には美味しいそばがいっぱいございます。飯旅そばで検索してみてみて。 9. Gelateria Italiana La Giostra. 締めはパフェ？今は締めジェラじゃない？って何この行列って感じよね。ひときわ通行人の目を引く行列ですね。これだけ並んでたら興味津々になるのは間違いないわね。でも別に映えるわけでも何でもない、何の変哲もないジェラートだけど、ちゃんとねっとりとした本場っぽいジェラートが味わえます。締めパフェもいいけどね、締めに 2,3,000 円払ってパフェってのはまあ素晴らしいのが出てきますけど、ジェラートダブルで600円ぐらいが締めにはいいとこなんじゃないかな。ねえ、なんとこちら金曜日と土曜日の夜8時から12時しか営業していないという非常に訪問ハードルの高いシンデレラのようなシンデレられないお店なのです。シンデレられない、本場イタリアそのもの、驚くほどねっとりとしたクリーミーなジェラート。ローマ法王の塩やエクストラオリーブオイルといった大人のためのハイセンスなフレーバーが揃っています。締めパフェよりやっぱおいちゃんは締めジェラ派だな。ケチだからね。イエスアイアン。午前0時までだから間に合わないけどね。シンデレラライ12時はまだ序盤ね。 10. Toku each. やっぱ札幌でラーメン食べないって選択肢はなしでしょう。そうだね。でも初級編だと味噌ラーメンってことになるかな。味噌ラーメンも鶏白湯も煮干し系も豚骨も美味しいのいっぱいあるけど、最近のお気に入りはやっぱこれだね。ラーメンの概念を根底からひっくり返したようなラーメン。これがね、小手先っぽいインチキ臭いのが多いのよ。イタリアンフレンチかぶれっぽいラーメンっていわゆるネオ系のラーメン、あちこち全国でも食べてみるけど、これ以上美味しいと思ったネオ系ラーメンはまだ出会ってませんね。また訪れるたびに味が常に進化し続けているのが素晴らしいですよね。はい、現在はお店のリードオフがまきび醤油という新しいテイストにリニューアルされているので、近々またその進化を確かめに行ってみにはなりませんね。ちなみに王道の札幌味噌ラーメンを味わいたいときはやはり彩味さん、純連さん、あるいは狼スープさんなどが私たちのお気に入り。札幌のラーメン動画もたくさんありますので、参考になればこれ幸いね。飯旅ラーメンで検索してみてみてね。というわけで私たちが札幌で通うご当地グルメをご紹介しました。マニアック編も近々ね。カミングスーン。神でね。いやー。Jikai no mesha tabiwa. Gachi de mata tabathai. Kita hiro shima eskon kaiwai des. O tano shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなくちゃ。木は美味しいし、水もいいし、で最高の環境が、で最高の環境が、で最高の観光があれ。まあ、観光もいいけどね。最近のお気に入りはカレーのレジェンド的なお店で動画よく見るかけるけど、見るかけるよね。攻略法はこちらの動画でご覧あれ。動画でご覧あれ。